フレームバイフレーム、不朽の映画ができるまで。この番組は映画ヒダリの制作過程を丸ごとお見せする記録型ポッドキャストです。資金調達から撮影過程まで、時にはインタビューを交えて映画が世界に届くまでのすべてをお話しします。パーソナリティを務めますのは私、アマチュア落語家のピリカと、新人映画監督の川村正史です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、マサさん、やってきました、ポッドキャストが、どうなっちゃうんでしょうね。大変ですよ。このポッドキャストを私たちが始めちゃうんですね、今から。ちゃいますよ。やばいですね。ちゃいますよってやりますよという意味でのちゃいますよ、そう、はい、違いますよじゃなくて、始めちゃいますよ。なるほど、よかった。このポッドキャストをやるとなった理由というか、なんでこのポッドキャストやるんかなってちょっと疑問の中ここにいるんですけど。そうですね、いきなりちょっとテンションの違うコンテンツになるんですけど、ポッドキャスト始めたいなと思ったのは、もう一人にですね、ヒダリという映画制作の、過程を、ライブでYouTube にいらっしゃる皆さんとかそれ以外の人にもどんどんこう開示しながら作っていきたいなと。でそれを通して、もっと応援してくれる人が増えたりとか、単純に、ヒダリにワクワクしてくれたり、うわくっそめんどくさいことしてんなこいつらみたいなのを知ってもらえるといいなと。はい、そうです。辛いんですよ。辛いんでちょっとそれをね分かち合いたいなと思いまして始められたらなと思いまして、でもヒダリに限らず広くちょっと映画のお話とか、僕自身本当にさっき新人映画監督と言いましたけど、初めて長編映画を作ろうとしてたりするので、分からないこととか、こういう壁にぶち当たったよとか、もっと言うとこうやって企画考えました、こうやって脚本書いてますとか、さらにはあんまり話に出にくいこうやってお金集めてますとか、このぐらいかかるんですよとか、聞けちゃうんですね。聞けるんじゃないかな、ピーって入るかもしれないですけど基本話していきたいなと、そのあたりはもうねスタッフに任せたいですけど、お任せしましょう。それははいという意図のもとポッドキャスト丸ごとを全部めっちゃ見せてくれるポッドキャストが今から始まるですということですね。そうです。じゃあこの番組で、いろんなことがこれから繰り広げられていくと思うんですけど、具体的にはどんなことをしたいですか？したいですか？いや、でもこんな感じでちょっとピリカさんと一緒にですね、質問されたり答えたり、現状最新情報みたいなものもお話ししつつ、裏も表も本当に話していけたらいいのかなと思ってます。あと僕らが話すだけじゃなくて、本当はゲストの人とかもね呼べるといいななんか思ってて、その映画ってやっぱ一人で作ってるもんじゃないんで、その左の制作チームでいうとプロデューサーがいたり、コマ撮りなんでその人形を動かすアニメーターがいたり、あとその人形自体を彫る人がいたり、木を彫って木彫りのね人形のコマ撮り映画なんですけど、ちゃんと後で説明したいんですね。それを掘る人がいたりとか、いろんな人が関わって出来上がってる作品なんで、そういう人を呼んで話を聞くもよし、もっと言うともっと例えばコマ撮りの大先輩とか他の映画を撮ってる方を呼んだりとか、ユーはやすしなんでね、ギレルモ・デルトロみたいな人とかを、じゃあ来るっちゃ決まってないよ、全く決まってない、全然決まってないけど言っときゃねワンチャンあるかもしれないじゃない。だからそういう人とかにもこうね参加してくれたりとか、ホアキン・コシーニャ監督の狼の家とか、どうなっちゃうんですか、そんなの。微妙に彼はつながってるんで、もしかしたらワンチャンあるかもしれない。ワンチャンあるかもしれない。ただ英語になりますけど大丈夫ですか？ダメです。ダメですか？そうですか。それまでにちょっといっぱい勉強してください。そうですね。みたいな僕らとプラスゲストみたいな感じでいろいろとコマ撮りからさらに言うと映画みたいなことも広く話していけるといいなと。そうですね。映画が作っていくのが全部丸見えってことですね、このポッドキャスト。丸見えです。もうダダ漏れです。僕はそんなね気持ちでこれ始められたらなと思ったんですけど、ピリカさん的にはなんか期待してることとか、こういうことやっていきたいなみたいなってあります？そうですね。マサさんがこの映画を作っているということは、私も知ってるんですけど、ここまでこだわり抜いてあえてやってるかとか、なんでこんなこだわり抜いたものを出そうとしている、なんかちょっと狂ってらっしゃるところがあるじゃないですか。そうですね、はい。そのあたりがやっぱりこの業界というか映画の人たちってなんか若干どっか語弊のないように言うと若干ちょっと個性あふれるというかめちゃめちゃ攻撃的ですよね言葉が。そのなんていうか、尖ったこだわりみたいなところは、もうなんか想像もつかないので、何がどうさせているのか、その人のそのこだわりに向かって、みたいなところはめっちゃ気になりますね。
まだそういうのをいろいろ聞いていってくれるといい気がしますね。僕も自分から変態ですみたいにはそうそうそう思ってないんで、でも外から見るとね、うんその思うわけですよ。なんでこんなはい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 面倒くさい技法でやってるんだとそうかで。すよね。はい、っていうだから幾多のそういうですね、はい素朴なクエスチョンをどんどんぶつけてもらえはいはいはたら僕としても嬉しいし、まあうんいろいろなんかね気になり学べますよるのかもしれないですね。はい、何をそう変態たらしめているのかを私はこの番組で解明していきたいはい。と思います。素晴らしい。じゃあ徐々にぜひ徐々に変態化していくわけですね。ピリカさんも楽私もしみですね。私が変態になっていく過程もお楽しみいただけるという。そうですね。はい。お得かどうかわかりませんけど、まあまたお心配楽しになってきましたみいただけたらいいかなとはいそうです思います。はい。楽しくやろはい、楽しんでいきたいなと思うんですう。が、はい。ではまず、うん。マサさんにお伺いしたいですが、この番組の、きっかけとなっております「ひだり」という映画左。につはいい。て、ちょっとどういう映画なのかをちょっとお伺いしておきたいなと思います。そうですね。左はですね、すごい、シンプルに言うと、コマ撮り時代劇映画っていうふうに呼んでるんですけども、左仁五郎っていう、日本にいたとされる、いたかいなかったか定かではないんですけど、いたとされる、有名な大工さんとか彫刻家の人がいまして、その日光東照宮とかに眠り猫っていう有名な彫刻があるんですけど、知ってます？知ってます、知いるんですけど、ってます。あれとかを彫った人って言われてるんですよ。ほう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 。でもいろんな日本500カ所ぐらいに彫刻残ってるんですけど、その来歴とかを調べるとやっぱ200年300年ぐらいスパンがあるんで、はい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 。絶対怪しいやんみたいな、お前こう一人じゃねえだろうとか、いやいやなんか名前を受け継いだんじゃないかとか、なんかちょっとミステリアスなんですよ。ほう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 。ですごい面白いキャラクターだなと思ってて、あと落語でね、ネズミとか、そうですピリカさんならよくご存知かもしれないですけど、竹の水仙とか三井の大黒とかってな、とかいろいろあるわけなので、なんかその辺の話も結構なんでしょう、ファンタジーというか、掘ったら動物が動き出しちゃうみたいな話があって、すごい面白いキャラだなと思ってまして、そんなミステリアスな左仁五郎なので、逆にいろいろ脚色もできそうだなと思っていて、じゃあその左仁五郎のお話を彼が彫ったような木彫りの人形で、彼がやったとされるような命を吹き込む、彫ったら動き出しちゃうみたいな感じで、本当に木彫りの人形にコマ撮りっていう魔法で動かして命を吹き込んで映画にできると、その技法と物語がちょうどお互いをサポートするというか、高め合って面白い作品ができるんじゃねえかと思って考えついて作ろうと思っている作品でして、でYouTube でもうご覧になってる人もいるかもしれないですけど、3年前ぐらいにそのプロトタイプというかパイロットフィルムっていう3分5分ぐらいの作品を一回作ってみたんですよ。というのもその木彫りのコマ撮り時代劇が誰もやったことないし、しかもちょっと僕らはそのアニメっぽいダイナミックなアクションを入れたくて、なんかアートフィルムっていうよりはキルビルとかジョン・ウィックみたいなアクション映画やりたかったんですよ。でだからキルとおがくずブシャーみたいな、かっこいいですよね。あれ今ねあるから想像つくんだけど、当時はなかったから、それをもうテストしようって言って、もうみんなのポケットの小銭を出し合って、でギリギリつけたのが5分で、それをやって、でも目的はその5分を作るのではなく、今90分ぐらいのやっぱ長編映画を作りたいと。今から5分が90分になろうとしてるんです。だから3年間頑張ってたんだけど、すげえ時間かかるんですよ。そりゃそうですよね。でも目的はその90分のちゃんと劇場公開映画を作りたいっていうのでやっていまして、そうなんです。脚本書いたりとか、そのプロダクションチームを集めたりとか、あとそのインベスターというかね、投資家とか配給会社とかを日本のみならず世界で今集めたりとかしてまして、でやっぱその最初の話に戻ると、その過程が結構面白いんで、これをもう取っとかずにライブで体験するごとにどんどん皆さんにもこう開示していったりとかお伝えしていけると面白いんじゃないかなと。じゃあレベルアップしていってるのが見えるってことですね。何々をゲットしたみたいな、こうすっげえ苦戦してるかわかんないですけどどうなるんでしょう、テンションがね今後ね。それも含めて面白いんじゃないかなと。私めっちゃマサさんが暗い会が来たら私はどう盛り上げればいいんでしょう。どんよりしてるのとかね、面白いですけどね。面白いっちゃ嫌ですけどね。ずっと一人でなんか無口でなんか酒飲んでるみたいな回とかね。それはそれで私が一人で楽しくおしゃべりする会はい、そうなっていただけると素晴らしい思いますが、それぐらいねいろんなこう一個一個を見せてもらえるということなんですけど、一個一個といえばこう今ストップモーションがいいよって言ってたと思うんですけど、ストップモーションがこの左のお話にすごくこう親和性があるっていうその技法にお話がちょっと出たと思うんですけど、そのなんかストップモーションって私
人生で撮ったこともなければ、その見たこともありますけど、それこそなんかもう本当に教育番組で見たクレイ系のものしかイメージがないんですけど、今回人形とか使ってやると思うんですけど、それってやっぱ1コマというか1フレーム撮るのにすごく時間がかかるんだろうなという想像しかないんですけど、時間かかると言ってもそんなちょっとずつ動かせばいけるもんなんですか？いやちょっとずつ動かしますよ。ちょっとずつ動かすということはどれぐらいかかるのかなと思って、その普通にね5分とか作ったといやで思うんですけど。ももうよく言うのが1日3秒とかって感じです。ラッキーだったら1日3秒。ラッキーだったらラッキーだったでっていうのも3秒その今フレームって言ってましたけど、本当1コマ1コマなんで1秒をだいたいフルフレームとかにしていこうと思うと60フレームとかになるんですけど、そうするとヌメヌメしすぎちゃうんで、だいたい30とか、もっと言うと、平均大体12フレームぐらいで撮ったりするんですけど、フィルムで24コマの半分みたいなことでやるんですが、それでも要するに12コマ撮らないと要するに1秒にならないわけですよ、つまりは。ってことはで毎回こうポーズをそうですよね、こうみたいな撮り方をするんで、一致しないといけないってことですね、場所とかもそう前のからちょっとずつ動かしていくっていうのをするので、気の遠くなるような作業なんですよ。だから90分作ろうと思うとどうなっちゃうんだろうみたいな世界ですよね。大体やっぱり4年ぐらいはかかっちゃうんじゃないみたいな。こっからねまだそうですよね。すごい根気のいる作業で、かつ僕らはそれでカメラがグリングリン動くんで、普通以上に難易度が高いし、苦労話ばっかりですけど、その木彫りの人形なんでやっぱ動きもやっぱ制限されるんですよ。普通の人形より動かしにくい。粘土で針金のそういう話はまたおい話しますけど、骨格が入ってたらもうちょっと自由にグニュグニュ動くんだけど、木なんでやっぱ関節とか動く方向がない方向とかいろいろあっていろいろ大変なんですね。この間までカンヌ映画祭とかに行ってて、結構いい感じで進んではいるんですよ。なるほど。じゃあ今この映画の進捗はどんな感じなんですか？フッテージ自体は別にまだ作り始められてないんですけど、今まさにそのいろんな場所に行って、例えばカンヌ映画祭とかアヌシー映画祭とかに行って登壇させてもらってピッチしてとかいろいろやっていて、でもその理由はまさにそのチーム集めとか仲間集めとお金集めのため。だからプロダクションを一緒にやってくれるチームだったりとか、セールスエージェントを見つけてその配給会社を一緒に探しに行くとか、そういうのを今募集中でやってるんですけど、ビッグニュースとしてはちょうどカンヌで発表したんですけど、キアヌ・リーブスが声優をやってくれると、左ジンゴの声をやってくれるっていうのが決まって発表できてっていうのはハッピーですね。ハッピーですよ。本当かやって今でも思いますけど、本当なんですよ。ちゃんとセールスエージェントの人ともちゃんと契約したんで、嘘じゃないすごいですよね。それマジで想像もつかないんですけど、電話したらいいとかいう問題じゃないですよね。電話帳でね、いいやって調べて出てくるそういうことじゃない。絶対嘘だと思うけどね、それやっぱそうじゃないんですよね。ではないですね。でも事の発端としてはやっぱりなんていうか、左って結局僕らでやってるプロデューサーなんで、いくらでも夢を語っても誰も怒らないんで、そのパイロットフィルムができたタイミングで、僕がなんかドリームリストみたいなのを作ったんですよ。そのハリウッドで作るんだったらこういう声優とかこういうカメラマンとか、なんならディレクター俺じゃなかったらスピルバーグとかそういう名前とか書いてたんだけど、それはでも実現できてないんですけど、でその声優の方はいっぱいある中で一番上にキアヌ・リーブスって僕は無邪気に書いてたんですよ。でそれはいろんな理由があるんですけど、やっぱりその今回のパイロットの中でもやっぱジョン・ウィックとかああいうアクション系の映画をサンプルにしてたりしたんで、その人形のジンゴローさんを彫る時も僕の中ではジョン・ウィックのキアヌとやっぱり時代劇でいうとやっぱり用心棒の三船敏郎みたいな、それをこうガッチャンコして2で割った感じでお願いしますっていうのを言ってたのもあって、やっぱり声優だったらダメだと思うけど、キアヌさんお願いできないかなみたいなのを夢に置いといたんですよ。ドリームリストに書いといたんですよ。他もやべえ名前が続くんだけど、ドリームリストのだからトップにあるからちょっとなんとか探ってみますわみたいな言ってたら、人づてにこうつながることができて、でもとりあえず直接じゃないんで、もうビデオと
買収工作としてこう T シャツとかを一緒にねなるほど。送ってアイテムをちょっと見といてみたないなるほどなるほど。言ってまあ期待せずに待っていたんですけど、ただその次の週にはいなんか連絡取れたみたい見てくれたななっんですね。てみたいなマジっすかみたいなで、はいはいズームしようみたいな、ズズーームみたいな電話と変わんないですよ。そうそうズームなんてまあそうそうそうでズームピッてったらなんかテキサスのライブハウスの楽屋みたいなところでボンみたいなキアヌが出てきて、そうそうそうで一瞬わかんないですよ。なんかすげえ役作りで超ロン毛に超ヒゲだからなるほどね何こうなん知っかてるキアヌと違だっていうみたいな。や違うよ待てみたいなキアヌだみたいなざわざわってワクワクしますよね。そう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 いいで話してやっぱすごいやっぱうんうんみんなが言ってる通りのやっぱ素晴らしい人で、お人柄やっぱなんか好きなプロジェクトしかまあやっぱりやらないぞと、でもこれは本当すごい僕見て興奮したし、ぜひ手伝いたいから一緒にやろうみたいに言ってなるくれて、ほど。でまあそうなんですよ。でトントントン拍子でもうはい決まりましたみたいな、でカンヌで発表だぜ。そうなんですよ。うわーすごいですもうよねラッキーです本当にもうね。偶然が重なったというか、でもやっぱりパイロットフィルムっていうのを最初に作るって決めたのがやっぱり決め手だったかなと。で僕らもやっぱりね、僕なんか新人映画監督で何度も言っちゃいましたけど、誰も知らないし、脚本も初めてだし、しかもコマ撮りってまあ映画業界で言うとやっぱニッチだと思われがちなんですね。コマそんな作品ないじゃないですか。大変だし面倒くさいからもあるんですけど、なんかそんな中でその世界の人がこう見たいって言ってくれたりとか、まあね配給会社が興味持ってくれたりするためにはやっぱビデオの形でもう企画書とか脚本でまあ普通はピッチするんですよ。はいはいそうですよね。なんかスライドを見せてみたいな。でもそれだと多分あってもくれないし興味持ってくれないからもういきなり映像でもう顔面パンチに行こうみたいな殴りにかかろうとしたんですね。が戦略だったんですよ。だからそれがまあやっぱりうまくいってまあキアヌみたいな人がね捕まったりとか仲間になってくれたりとか、今もそのカンヌとか呼んでもらえたりしてるのもそのおかげだったんで、そういうのはやってよかったなっていや本当にあのフィルムは素晴らしいですよね。いっぱいファンがいますもんね。おかげさまでそうですね。でもそれをやっぱり広げたいんですね。もっとたくさんの人に見てほしい。まだやっぱ知らないとか見たことなかったっていう人も結構いるんで、コマ撮りのコミュニティではまあほぼ見たことない人いないみたいになってるんですけど、一般の人には映画コミュニティみたいなところにね届けていきたいなとも思ってこういうポッドキャストをやりたいなと思ったりもするわけです。だんだん理解が深まってきましたね。あなたのね、はい私は私は理解できてきました。皆さんはどうかわからないんですけど、ここまでですね。ここまで私たち話してきましたけど、そもそも私たちが何者かということを話さずにここまでやってきたわけなんですけどそうなんですね。私ピリカはこうアマチュア落語家をしておりまして、ということは落語見る聞くとかだけじゃなくて実際に落語をこうしてるんですよ。ネズミとかああいうのもだからやったことあるんですか？ネズミは難しすぎて難しいんだ。要定出さなかったですね。竹の水仙は持ちネタとしてあるので、持ちネタであるの。はい、いつでも出せる。今年もやっとらんのかいみたいな。やってますちゃんと。そうだからもあってこう落語やってるわけなんですよ。でこう皆さんによく聞かれるのとしてはこうなぜ落語やんのみたいな、なんでやんの、聞くっていいやんみたいな、聞くもんじゃね落語みたいな風に思われることが結構多くて、私としてはね落語やってほしいんですよ。マサさんにもぜひ落語やってほしい。やるのか。やりましょう。俺はハードル高えなおい。落語やってほしいんですよ。なぜならこう新人映画監督だけではなく新人落語がやってほしい。最後の方ははい私もじゃあ撮った方がいいです映画。それやんの？お互いにどんどん広がるな。いいですけどちょっと教えてください。じゃあもちろんそう落語やっていただきたいぐらい私は落語をやってる時は楽しくてこうなんでこう楽しいのかみたいなのを考えると、やっぱりこのねこのポッドキャストさっきから何回も出てきてましたけど変態狂人と呼ばれる人たちがこういう映画を作るじゃないですか。その狂ってる人が出てくる落語が好きなんですよ。あるんだそういうのいっぱい出てきます。変な人とかどんくさい人とかでそんないろんなキャラクターになれるから自分がねなって喋りながらなってこう真面目に生きていかないとと思ってるところを好きな放題やっていい、大きい声出してもいいし、ギャーとか暴れても落語なんで大丈夫みたいなその自由な狂い方がすごく好きで落語をやってるわけです。
はい。なので今回は私はその狂った皆さんのお話を今後聞いていけるということサンは、プルにされるってことですか？はいそのところに迫っていけたらなと思っています。なるほど。映画人とか映画関係者を題材にした落語みたいなのはないんですか？ないです。あ、ない。作りましょうか。それじゃピリカさんお願いしじゃあいろんな皆さんのそうですねサンプリングを経て役として私にはい下ろしてきて、ます。映画あれにしていきましょうか。落語にわかりました。良いかもしれない。ぜひお任せください。はい。で、はい落語面白いですよね。物語を伝えるフォーマットが違うだけなんう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 で、んその多分全然さじ加減は違うかなと思うんですよ。やっぱ脚本を書いてても、うんうんうん、これは難しいなみたいな。そうですよね。文章も違うし、音声だけでも違うし、絵になるとまた違うので、うんうんうん、それを身一つで描くのはなかなかはいはいはい、面白そうだなと思って、ちょっとそういう側面からもコメントもらえたらいいんじゃないですかね。そうですね、そうですね。ぜひ楽しんでいきたいなと思いますが、マサさんは？僕ですね、はい僕はですね、その新人映画監督でもあるんですけど、この「ひだり」という、作品の、原案と、脚本と監督っていうのを、やらせてもらってるんですけど、普段はって言って変な話なんですけど、はい、普段はワットエバーという会社をやってまして、でそこの、設立にも立ち会いつつ、クリエイティブディレクターっていう肩書きで普段はお仕事してるんですね。仕事を、ちゃんと普通に銭を稼いでそっちで稼いでいる。でいろいろやってるんですけど、ワットエバーって何でもやるんで、ワットエバーって名前の会社になってて、去年だと大阪万博の大阪ヘルスケアパビリオンっていうのを全体を、建物以外いろいろやらせていただいたりとか、でこういう左の木彫りの小窓映画みたいなのやったりとかしつつ、もともとは結構やっぱり映像系のお仕事が多くて、それもあってこのディレクターをやらせてもらってるんですけど、ミュージックビデオとかショート映画みたいなショート映像映像、そういうこともやってらっしゃるんですね。そのバウンディさんのミュージックビデオとか、古くはずっとしてですね、ミスチルさんとか安室奈美恵さんのビデオとかやったりしていて、だからずっと短かったんですよね。でも作ってるものが尺がそう3分と5分とかが多くって、でもやっぱ映像関わってる人は多分みんなどっかでいつかどこかで映画は作ってみたいよねって大体思ってると思うんですけど、でそんな時に今回この左のメインのプロダクションを担当してるドワーフスタジオってどーもくんとかを作ってるスタジオの松本プロデューサーって人がいて、で彼女がこの左のプロジェクトのプロデューサーでもあるんですけど、彼女の方からドワーフでいろいろどーもくんとか、そのポケモンコンシェルジュとか、他の人の作ったキャラ、要は IP って呼ばれるものの映像は作ってたんだけど、そろそろ自分たちで同じようにキャラを作って物語を作って世界を作ってやっていきたいっていう話が持ち上がったとか、彼女が思ったらしくて、でその時に声をかけてもらったんですよ。その前に僕もそのスカーレットっていう NHK の朝ドラのオープニングを僕からお願いしてたりとか、あと向こうからどーもくんのめんどくさい仕事がある時はもう川村さんちょっとめんどくさいから企画だけお願いみたいなじゃあ一緒にご一緒に仕事をしてきた。そうだからなんかやってて、そうなんですよ。でその経験もあったから、その普通にコマ撮りの人たちでコマ撮り映画を作るとコマ撮りっぽくなっちゃうんで、もう何言ってるか分かんないですけど、よく分かんないです。なのでちょっと川村さんだったら外の人だからもうちょっと変なものというか新しいことを考えてくれるんじゃないかと思って声をかけてますみたいな言ってくれて、そこでマッチしたんですね。そうなんですよ。で僕からするとやっぱ映画作りたいし、なんならその時別にコマ撮りだとか考えてなかったんですけど、逆にコマ撮りの映画を僕は作りたいと思ってお願いしに行っても絶対受けてくれるわけないじゃないですか。ってめんどくさいんだもん。確かに。そうだから逆になんかカモがネギ背負ってきたぞ言い方あると思うんですけど、これはおいチャンスじゃねえみたいななって、でもマッチしたんですもんね。ギュッとこうお互いの欲しいものが、じゃあちょっとめんどくさいやべえの考えようと思って、で話していく中でこの左りんごの企画がそれは面白いと言ってもらえてっていうのがスターティングポイントだったんですよ。なんか僕のプロフというよりもなんか経歴というかここまで流れの話になっちゃってますけど、ちゅう感じなんですわ。なんかマサさんってすごいなと思ってるんです。もちろん尊敬もしております。言わされてるかな。いや台本に書いてないですよ、別に心からですけど、すごいんですけど、すごいことをやろうとしてるじゃないですか今。でも、なんか私からしたら怖いんですよ。そんなことやるのって結構不安じゃないですか。だからちょっと可愛いところも知りたいので、マサさんの40半ばのおっさんに可愛いところなんてあるわけないだろう。みんなに知ってもらいたいじゃないですか、そういう部分も。
だからこうマサさんの今までこう人生で生きてきてこれはちょっとやっちゃったみたいなやっちゃったみたいな人生やっちゃったは難しいな。もうそんなのの連続ですからね。それをこう水面下に隠していかにこう白鳥はね水の上を優雅に泳ぐかが全てなんでそんなそんなことは言えません。はいまあでもいや今回のこうんの制作プロセスではまあやっぱいっぱいありますよ。うんうんうんそのやったことないことやってるんで、うんうんうんそれはもうつまずきのはいはいはい連続ですよ。もうなんかだから5分しか作れないって言われたけど、うんなんかもう2時間ぐらいの脚本書いて持ってってすごい頑張ったのにめっちゃ怒られたとか2時間の脚本書いたんですか？もうあとコマ撮りは絶対 NG を出しちゃダメですよ、川村さん絶対ダメですよってうん言われてて、スタジオに入って一発目のテイクで1日目の終わりでダメですね言っちゃって、もうめっちゃ嫌われたそっか大変だったそうですけどはい、もうみたいなんとかね、まあ、なるほどいろいろそういうのはもうぶつかりながやっちゃったらなってやってるんで、はいはいそういうことは話していけるかな。じゃあもう今日はやっちゃったんだよっていうスタートもあるかもしそうだれないですね。からへこむ会はまああると思いますね。へこみ会も楽しみですね。俺は楽しみじゃない。私は楽しみですよ。俺は楽しみだけど。可愛いマサさんまあが引き出してください。見れるかもしれない。じゃあそういうサイドね。落ち込みマサさんを隠してるサイドを。そうですね。しょんぼりマサさんをぜひね見ていきたい。私はこの回を通して見せていきましょう、はい、そういう部分を。今ここまでいろいろ話してきましたけど、まあちょっといろいろ話もありましたが、これ一応なんか左という映画のポッドキャストなので、忘れてました。私も忘れてたんですけど、そうですね。映画の話をしていきたいなとちょっと軽くねまだ今後多分煮詰まっていくと思うんですけど映画の話はこうブクブクとこう味が濃いものになっていくと思うんですけど、こうあっさりとマサさん映画について話し出したらちょっとやばくなります？映画はねいつまででも話せますね。ビリカさんはどうなんですか？なんか好きな映画とかあるんですか？私は本当にもうがっつり浅めなので、これで評価するぞお前のことを。怖いですけど、私が一番好きなのはマッドマックスの怒りのデスロード。オッケー大丈夫。いやよかった怖かった正解。よかった。もういいよね。ジョージ・ミラーいいよね。ジョージ・ミラーいいよね。なんかもう衝撃でしたね。もう中毒になりました。あれは高校生ぐらいだったんですけど、あの時昔のは見てない。全部見ました。遡り系ね。はい、遡りでした。なんかもう父が好きで、そういう映画がすっごい好きで B 級とかも大好きで。そこだよね。そのルートだよね。うちもそうだったもん。あ、本当ですか？アメリカにね住んでたんですけど、小学校の頃とか幼い頃、もう親父がずっとソファーから動かないで、ずっとくだらないビデオとかテレビばっか見てるんですよ。で大体日曜の昼とかにクソみたいな映画がアメリカの民放では流れていて、そういうのばっか見てたんで、結論それに僕はすごく感化されて育ってしまったみたいな。きっかけはそこなんですね。そうですね。だもう本当なんかジョン・クロード・バンダムものとか、本当になんだろう、ターミネーターのパクリみたいな SF とかいっぱいあるんですよ。ではないもの。ではない何かみたいな。サイボーグみたいな。みたいな。ギリ違う。とか、そう。とか、なんかゾンビコップとかね。知らないですよ、そんな。ロボコップしか知らないです。そうですね。コップものなんですけど、ゾンビなんですよ。そんな必要ある？でもよくできてるんですよ。すごい90分とかなんですごい。だからそういうののね、ドロドロした僕の好きなものが左にも影響してたら、資料の腹渡とか、海外だとイービルデッドってタイトルなんですけど、サムライミさんのとか、まああとはロボコップとかも出てたからだけど、まあでももちろん大好きです。SF ものとか、エイリアンみたいなのもいいし、そのザ・シング、優勢からの物体 X とか、もうまあその辺はもう名作すぎちゃう B 級じゃないけど、そういうなんか映画の偏愛がこう煮詰まってドロッとなんかにじみ出た汚い汁みたいなものが左にはいっぱいこう注入されてるんですよ。なんか良くない感じでしたけどいいものになるんですね。いいものなんです。美しい汁。キラキラの美しい輝くものになるんですよね。そうです。あ、よかったよかった。じゃあもうマサさんのベスト映画とか言うともう決めらんないぐらいですか？気分によりますね。本当に全然やっぱ変わっちゃうんでダメだけど、でも大体トップ3あたりに入ってくるのは、でも今言ってたのも入ってきますけど、気になるチルドレン・オブ・メンとかアルフォンソ・キュアロンの、でも日本だとなんかタイトル全然違うんだよな。トモロー・ワールドみたいな。なんでみたいな。いや違うかもしれない。チルドレン・オブ・メンってやつなんですけど、そのすごいいい SF 映画があったりとか、
あとクソ SF で有名なスターシップトルーパーズっていうなんか名前だけ聞いたこポール・とあります。バーホーベン見たことなかったら見た方がいいですよ、はいはいはい本当クソで最高なんでいい素晴らしい。褒めてますいや褒めてます、大褒めめです。もう最後トップ3なんで見てみますと見てみかま、す。でまあその辺あとはナイト・オブ・ザ・リビング・デッドとかね、ゾンビ映画も僕うんうん多分話し出すと3時間ぐらい喋っちゃうんで、ゾンビの回がいりますねじゃあ。ゾンビの回いいねですね会社でもねやりたいんですけどみんなゾンビ嫌いっていうから、ね、話せないんでいいですそよ。んななんちょっとかゾンビでこだわったことないですね。ゾンビすごいです、ゾンビすごいです。うんうんうんねそういうのがでも、うんうんまあだから結局そういうのが好きなんですね。うんうん、そのなんかなるほど。真面目なのもたくさんもちろん見てるんですけど、はい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 。で大好きなんですけど、やっぱ結局トップはどれかというとそういったものたちがこう、はい上に浮かび上がってくる。なるほどタイプの人間なではありまするほどなるほど、はいじゃあまあ余計楽しみになりましたね。左がどんなあ本当ですか？大丈夫、はい引いてない？平気？いや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 大丈夫ですけはい、ど、まあ、来週見てまた話したあそう時にねすごい見てみますドン引きしてたらすごいクソで最高ってどういうことかがそうそうそうわかるかもしれない。あーみたいな、なるほどなるほど。はい、映画ね、そうですね、左も楽しみになってきましたね、本当にね。じゃあいろいろ今日は楽しく第1回話してきましたけれども、はい今日はこの辺りで締めたいと思います。もう時間か早い、もうね意外となんとかなるね。意外となんとかなりそうな気がしてきた。ドキドキしましたね。はい。まあでもこうやってやっていくにあたり、次は何を話す予定ですか？俺に聞く？はい、私ちょっと何も聞かされてないんですもん。あでもねそうだね、やっぱリアルタイムっていう話をしてたんで、うんうんうん直近だとやっぱりつい先日僕アヌシーアニメーションフェスティバルってとこが帰ってきて、はいその前カンヌ国際映画祭っね、てところで見ましたねピッチとかしてたんで、んその辺のちょっとこの映画祭体験とはいはいはいかはい。まあ行ってきたってどういうことよみたいなとこ皆さん気になってるんじゃないかなと思うん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 で、なんかそのあたりの体験とかなんでそういうところに行けたのかとか、そこで何を果たしてしてきたのかとか、はいはいはい、何のためにとか何も知らないです。ですよね、ですよね。なのでその辺をまあ多分タイムリーなんで話せると。はいはいいいんじゃないかなと楽しみですね。めちゃく思ってちゃカンヌ国際映画祭レポをお届けいただくということではい、お願いいたします。それでは本日もありがとうございました。ありがとうございました。また聞いてください。また聞いてくださいよろしくお願いしよろしくお願いします。